こんにちは、ホロロです。今回はヘルマーの料理最終話をまとめていきます。視聴率がちょっと微妙だった本作、僕は楽しめたのですが、皆さんはいかがでしたか？自分さえ楽しめれば世間の評価など気にならないと言いたいのですが、僕ほどになるとこのドラマの一話一話について感想や考察を喋ってきたので気になって仕方ありません。本動画の後半ではこの話題について少し触れています。このドラマが楽しめたというそこのあなたはぜひ最後までご覧いただいて共感していってください。本チャンネルではドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。コンクールのドラマではフェルマーの料理、マイホームヒーローの2作を取り上げました。ようやく登録者様が495人になりました。登録してくださった皆様、ありがとうございます。とても亀ペースですが、この最終話の動画をきっかけに500人に到達できたら嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。フェルマーの料理は終わってしまいましたが、ライクールも何か作品を取り上げるので、登録をしてお待ちいただけると励みになります。ぜひ登録をお願いいたします。ある日の朝、少年だったカイが目を覚ますと、キッチンに立つ渋谷の姿がありました。渋谷は視界の隅に少年を認めるも、挨拶を交わすこともなく、淡々と手を動かします。出来上がったハンバーグそっくりの料理は、パルス、食え、と促され、少年はそれを口に運びます。少年は目を見開きました。美味しいです、渋谷先生。それを聞いた渋谷は一瞬嬉しそうに微笑みます。渋谷はどこか遠くを見ながらつぶやきました。今日、真理の扉が開いたんだ。その言葉が理解できず、カイは不思議そうに先生を見上げました。渋谷は厳しい目つきでカイの前に腕組みをしました。ガクがカイの料理人の心に火をつけたことに驚きつつも不満げです。カイに、それでいいのかと問います。料理人として不完全な状態で料理を継いだところで何が得られるのか、凡庸な料理人の一人に落ちぶれたカイのことなど見たくないのです。ガクはそれを否定します。カイがそんな料理人になるはずないと信じているのです。それを聞いた渋谷は試験をすることにしました。明日、お前たちの店に行く。二人の料理を食べて、それが真理の扉を開くようなものでなければ、カイに料理をやめさせると言い放ちました。カイはいかにこの試験が難しいかをガクに解きます。今までただの一度も渋谷に料理を美味しいと言われたことなどありませんでした。ガクも渋谷の到達している高みをすでに舌で感じていました。ジビエ料理。それをまるで料理の深淵に触れたようと表現します。それでもガクは果敢に挑むことを決めます。父の料理から発想を得たレシピで神に挑みます。簡単なことではないと断ずるカイでしたが、ガクのレシピを見て覚悟を決めました。鉛筆を持ち、そのレシピにさらに書き足します。俺が今作りたいと思う料理だ。ガクはそれを見て嬉しそうにうなずきました。そして二人は K に戻ってきました。当然といえば当然の、しかし手厳しい再会をします。赤松ランナー。彼女はガクが K の厨房に立つことを許しません。カイに対してはいたわりの言葉をかけますが、ガクと再び料理を始めるという言葉を聞いても、だったら他でやって、とあくまで強固な姿勢を崩しません。ガクが起こした利己的な数々の行動を糾弾します。ここは私の店にする。ランナーはクーデターを起こそうとしていました。元オーナーのカイはそれを受け入れます。ただ、一つだけ願いを聞いてほしいと持ちかけました。渋谷への提供する料理をランナーや K を去った仲間たちにも食べてほしいというのです。しかしランナーはそれに何も答えず出て行ってしまいました。それまで一言も発しなかったガク、何も言えるはずがありませんでした。もう行動で示すほかありません。ガクは後を追い、店を飛び出しました。白の国家コートを着たまま、青いコックタイを風にたなびかせ、街を駆けます。ガクは仲間たちの元へ向かいます。布袋も、マゴロクも、すでにそれぞれが今後のことを決めていました。謝罪は受け取ってもらえますが、許してもらうことはできませんでした。それでも何とか来てもらうことはできないか、と頭を下げます。今のカイの料理を食べてもらいたいのです。しかし、誰も説得することができませんでした。ガクは失意のまま店に戻ります。店には給仕のネネがいました。カイが声をかけ、呼び戻すことができたのです。仲間に来てもらえないところでやることは変わりません。カイとガクはレシピの完成に臨みます。カイはブランコを感じさせない手際でナイフを扱い、味見はガクが担当します。より高みへ、さらに高みへ、そして神に挑み、超えるための至高のレシピが出来上がりました。翌日、渋谷が K を訪れ、ネネ、カイ、ガクが出迎えます。渋谷は開口一番尋ねます。体調は心配には及ばないとカイは答えます。着席した渋谷は厨房に戻ろうとするカイに声をかけました。いろいろ考えたが、やはりカイを料理から遠ざけたい。渋谷がそう考えたのは不完全な料理人、カイの姿を見たくないからか。それとも、真理の扉を開けるような料理が出てこないようなら、二度と料理はさせられない、と厳しく言い放ちました。難しい勝負になりそうです。しかしその約束はカイの闘志に火を灯します。ところが体はそれを許そうとしませんでした。厨房に戻った途端、カイは体調が優れず座り込んでしまいます。ガクは一人で臨むことを決意しました。カイは体調が優れないながらも、俺にもやらせろと言います。一緒に楽しく料理がしたいだろう。カイはその言葉に心を打たれ戻ってきたのです。一緒でなければ意味がない。そこへ前日、ガクには料理をさせられないと断じたランナが現れます。カイは体を封じられ、ガクは意志を封じられ、二人の挑戦は何も始められないまま終わってしまうのでしょうか。ランナがやってきた理由、
それは二人のレシピを見て思うところがあったためでした。変わったね、カイ。そこへホテイ、ワン、ペーニャ、ジョルダンも現れます。ランナも含め全員が制服に身を包んでいます。カイは安堵のため息を漏らし、椅子に腰を下ろします。お前たちが作ろうとしているコース料理は、俺たちがいないと完成しないんだろ？そう、二人が渋谷やかつての仲間たちに食べてもらおうとしていた料理は特別でした。ランナーは言います。自分たちがいるべきは客席ではなく、ここ厨房だと。満面の意味でホテイが、やるぞと気合を入れます。ガクは感謝を口にし、深々と頭を下げました。しかしホテイは、感謝すべき対象は自分たちではないと言います。実はマゴロクが、ガクからカイと作るコース料理を聞いた後、全員に頭を下げて説得をしていたのです。ガクのために、もう一回皆さんお願いします。思いが通じていたことを知り、ガクの目に涙が滲みます。そこへ、マゴロクが遅れて到着しました。ガクは感情が抑えきれずマゴロクに抱きつきました。続いて、給仕のアネット、黒崎、鳥越も戻ってきます。K の仲間たちは全員揃ったのです。神に挑む万全の体制が整いました。あの頃の K のように、カイがはつらつと指示を飛ばします。厨房の隅々まで行き渡るよどみない声に全員が一丸となって答えました。完成した一品、カイが直々に渋谷の元へ運びます。一品目、アオリイカとメロン、キュウリのマリネ。かつてランナが思いついた唯一無二のアイデアが詰め込まれていました。二品目、リゾーニとハマグリのスープ。マゴロクの旨味の知識が活かされています。三品目、アンコウのロティ。ワンによってアンコウ独特の臭みが消され、ペーニャがそこにサフランを足します。付け合わせの根菜にはジョルダンのアイデアが詰まっています。そして四品目、ハンバーグ。最後の最後、一切の気をてらわないそのメニューに、一瞬渋谷は怪げな目つきをします。ガクが説明を始めます。このハンバーグは父親との思い出なんです。思い出のハンバーグを数学の知識で再構築。ガクの数式がふんだんに詰め込まれたハンバーグ。その隣には、ホテイのスペシャリテからインスパイアされた卵黄のピュレが添えられています。渋谷はため息をつきます。どうして他人のアイデアを使った？そう、すべての料理は仲間たちと一緒に作り上げたもの。ここに歯向かうように練り上げられたメニューだったのです。仲間たちはそれを知り、カイとガクが変わったと評し、K の厨房に集結したのでした。仲間と共に。それを教えたのは弟子のガクでした。一人でたどり着けないところにみんなと一緒ならたどり着けるかもしれない。そこに存在したもう一つの真理の扉を開き、カイを待ちわびていました。無言で食べ終えた渋谷。席を立ち、ごちそうさまも美味しかったも言わず、厨房にガクとカイを連れて行きます。渋谷は断りも入れず食材を手に取りました。渋谷が慣れた手つきで料理を作り始めます。ガクはミンチをこねるその姿を見て、ハンバーグと疑問を口にします。カイはあの日の渋谷を重ねました。今でもまざまざと思い出せます。いや、あれはファルスだ。俺にとってはハンバーグだ。あっという間に渋谷は料理を仕上げます。それをカイではなくガクに差し出しました。ガクは愕然としました。渋谷の作ったファルスはカイとガクのハンバーグの遥か先の高みにありました。信じられない。神を超えることはできないと痛感したガク、カイも限界を知ります。しかしそれを否定したのは他でもない伝説のシェフ、渋谷でした。限界なんてものはこの世に存在しない。渋谷は説きます。天津さえ真理なんてものも存在しないと言います。そして二人の作ったハンバーグをうまかったと評したのでした。どちらも美味しい。それでいいのではないか。渋谷は真理の扉が開いたと実感した時のことを思い出します。しかしそこは終着駅ではありませんでした。先は無限でした。料理人の飽くなき向上心、探求心、そこに限界はなかったのです。渋谷が一線から退いた理由はそこにありました。この先はカイが歩んでくれる。病気になっても料理の世界に戻ってきたハンディを抱えながらもゴールなどなくても舞台から降りなかったこの決意だけですでにカイは渋谷を超えていたのです。渋谷はカイのことを認め、諦め、K を後にします。待ってください。ガクが渋谷を引き止めます。カイにもっと伝えるべきことがあるのではないか。渋谷は足を止め、カイと出会ってからのことを思い出します。教えを無我夢中で実践し、料理に打ち込む幼いカイ、志半ばで病に蝕まれ、倒れるカイ。それでもここを突き進むカイ。俺を遠ざけるな。かけた言葉を聞き、見つめ返すカイ。苛立たしかったよ。ずっと。渋谷は自分の人生に現れたカイに苛立ちを覚えていたと薄吹きました。そして病気になって心配したと告げ、そこで初めて気づきます。息子だと思っていたんだろうな。その言葉を聞き、カイの目に涙が溢れます。一抹の寂しさを覚えながら、渋谷は息子のことを彼の友人、北田岳に託します。カイは師匠であり、父である渋谷に頭を下げます。ありがとうございました。と、その一言に渋谷は答えます。シェフに対する最高の賛辞で、人生最高の一皿だった。美味しかった。見事、伝説のシェフの渋谷のお墨付きを得られた K のスタッフたち。しかしここから各自それぞれの道を行きます。ホテイは自分の店を再開するごとに、カイやガクに追いつくことが目標です。ワン、ペーンやジョルダンは3人で店を出します。マゴロクは京都の実家に戻り、料亭を継ぎます。料理長を任されることになりました。ランナと球児たちは、K を買い取り、再建を誓います。ネネはまだ決めていませんが、その表情は明るく希望に満ちています。それで、二人はどうするんだ？当然のように一括りにされ、進路を問われたカイとガク。まだ決まっていませんが、料理を続けるか問われ、カイは確信を持って頷きます。ガクはそれを見て安堵していました。全員から頑張れとエールをもらい、ガクは新たな真理を求めて旅立ちます。3ヶ月後、
新しい系は賑わっていました。客の中には、服を着た淡島とアクの取れたサイモンが二人は絶品に舌包みを打ちます。サイモンは近くにいた黒崎を呼び、シェフに伝えてほしいと言います。美味しいと。厨房では、旦那がその剛腕を振るっていました。胸元にはオーナーシェフの証、赤いコックタイ。そこには K の刺繍が施されています。カイとガクは二人でレストランを始めていました。今日も二人はこじんまりとしたキッチンで料理を作っています。帰国したアユが来店します。彼女を案内したのはネネ。先客として訪れていたカグラもいました。一瞬空気が凍てつき、しかし、アユとカグラはその偶然に笑い合いました。ガクは二人の様子に気づくことなくカイと名前を呼び合い、抜群の連携で料理を仕上げます。スペシャリテ、こだわりのナポリタン。日本のどこかにあるその店。その名は、ラ・キュイジーヌ・ド・フェルマー。はい。フェルマーの料理最終話でした。今までの話をすべて回収するように仲間たちの得意が結集されたコース。見事でした。前回の動画で触れた渋谷の会に対する思い。最終ではこれが話の中枢となりましたね。最後にようやく渋谷も自身の思いに気づくことができ、そしてそれを素直に言葉にすることができました。それを受け会は号泣。いやー、1話の頃の生きていた彼に見せてあげたい。生きてたといえば、9話のガク。こんなこと言っては元も子もないですが、人間ってあんなに表現します？完全に黒歴史。思い出したくない過去として彼の心に深く刻まれたことでしょう。渋谷とカイとガク、3人が全てをさらけ出したシーン。僕の涙腺もやられました。想像してみてください。僕ドラマのあらすじを自分の言葉に置き換えて発信してるんです。そのために何度かあのシーンを再生してるんです。涙腺が壊死するかと思いました。ところで渋谷のスペシャリテであるファルス。僕は初めて知った料理なんですが、肉や魚、野菜などの中に別の食材を詰めた料理。とのことです。今回はミンチを詰めていたので、カイにとってはハンバーグということでした。じゃあ、それを包んでいたのは何なのでしょうか？網状の何かに見えたのですが、あれごと食べるんですよね。料理に明るくない僕に誰か教えてください。さて、最終的に大団円を迎えた本作。視聴率が 5% 前後。TVer のお気に入り数で見てみると 54.4 万。今年一番の大ヒットドラマ、ビバンが 167.7 万です。微妙な結果に落ち着きました。身も蓋もない言い方をすれば、いい意味でも悪い意味でもあまり話題になりませんでした。役者さんたちの演技はとても良かったし、シナリオも伏線をきれいに回収して、キャラクターたちの対比が上手に組み込まれていたと感じています。押村区は、やはり、額の設定の強引さが目立っていて共感が得られなかったかもしれません。これについては次回の感想会でも掘り下げるので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。ドラマ、フェルマーの料理は Netflix と Unext で配信中です。次回は原作漫画を知る歌丸さんとの感想会を配信するので、続けてご覧いただけると嬉しいです。そんな歌丸さんのチャンネルでは原作漫画、フェルマーの料理を取り上げています。また、こちらの動画では最新刊の4巻についてもネタバレにならない程度に触れているので、ぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いできますように。バイバイ。